どうもブロです。イノーさんから発電機の案件いただきました。定格出力 3500W、 瞬間最大出力 4000W の DK4000IAPS ガソリン仕様です。こちらの動画ではですね、発電機を迷わず使用していただけるように基本の操作とガソリンを扱うので安全に使用していただけるようにメンテナンスの仕方を含め詳しく解説していきます。動画後半でこちらの発電機を使用し溶接もしてみます。それではまず外観の質感から見ていきましょうか。見た目のデザインなかなかかっこいいですよね。樹脂製なんですけど、硬くて割れそうな感じじゃなくてですね、弾力がある感じなので多少ぶつけても衝撃は吸収してくれそうです。重さは 26.5kg と高出力にしてはなかなか軽いんじゃないかなと思います。発電機を手で持てる重さってなかなか便利ですよね。ここにハンドルもついているので発電機を移動させるのが楽ちんです。ここを押して引っ張るとこう出てきますね。こんな感じで、ここにキャスターがついてるんですが、キャスターゴムカバーが売ってるので、サイズが合うやつがあれば使用するのもいいんじゃないかなと思います。ここ2センチぐらい空いてるかな。こんな感じになってます。あとここにですね、スパークプラグが入っていてですね、部品名も載ってます。ちょっと見づらいですけど、これがプラグですね。後ほどメンテナンスの仕方も解説していきたいと思います。エンジンの始動方法3パターンあります。まず1つ目はリコイルスターターですね。内蔵のバッテリーが入ってるんですけども、電力不足になった時はこちらでかけるっていう仕様になってます。これを引っ張る。で2つ目はセルスタートボタンですね。これもうほぼ車ですよね。今時の発電機はここまで進化してますね。3つ目はリモコンがあるんですけど、こちらでかけることができます。このリモコン20メートルぐらい届くみたいなんで、現場とかで休憩後に発電機の電源入れ忘れて上の作業場まで上がってしまった時、これ便利ですよね。ここですね。ここが LCD ディスプレイとなってまして、累積使用時間は部品交換目安になりとても便利です。出力表示灯は発電が始まると点灯します。この機械は、漏電遮断機はついていないのですが、過負荷警告機能があります。使用する機器に問題があったり溶接で使う場合は 80A くらいでギリギリな感じなので、それ以上で使用したりするとランプが点灯してしまう可能性があります。あまり過負荷警告を繰り返すような使い方は本体内部の基板を損傷させるリスクもあるので気をつけてください。あまりにも古い家電を使ったりするのも気をつけた方がいいですね。漏電なんですけども、工具で言ったらグラインダーの線あるじゃないですか。劣化して線がむき出しになっちゃってる状態とかですね、水に濡れてしまってる状態で使ったりすると引き起こすことになります。オイル警告灯のランプですね。オイルが少ない時にエンジンが焼き付く前に知らせてくれます。次にこの AC リセット、このボタンですね。これは過負荷保護ランプが点灯し電気が取り出せなくなったら電気機器をコンセントから外し、こちらを押してリセットしてください。でこちらのエコスイッチですね、エンジンの回転を下げてですね、騒音も下げてくれます。燃料消費を抑えてくれる機能ですが、起動時に大きな起動電力を必要とする機器を使用する場合はオフにします。溶接機の場合は必ずここをオフにして使うようにしてください。で周波数なんですけど、富山県の富士川を境にですね、東日本は 50Hz、 西日本は 60Hz になっているので使用環境に合わせてください。周波数を間違えて使用すると機械の性能が落ちたり火災の原因になったりもするらしいです。これなんで分かれてるかって言ったらですね、電気事業が始まった明治時代ですね。関東ではドイツからの 50Hz の発電機を、関西ではアメリカから 60Hz の発電機を輸入していたことが原因となっているみたいです。AC プロテクターですね。ブレーカーみたいなもんなんですけども、AC 出力コンセントの温度が加熱保護装置に設定された温度を超えた時に、飛び出して、電気が取り出せなくなります。配線とかにですね、異常がないか電気の取り出しすぎがないか確認してから AC プロテクターを入りにします。これですね。で次にこのシガーソケット 12V、車で使用しているものも使えるようになってますね。車載冷蔵庫、車載炊飯器、冷温庫などですね。直流プロテクタは AC プロテクトと同じで、ここのブレーカーみたいなものですね。次に一番使うであろう AC 出力コンセント 20A ですね。
でこの2つ取り口がついています。もう家庭用のコンセントと同じ出力で電気機器の合計 2000W を超えないように注意です。コンセントが2つで足りない場合は三つ股コンセントなども使用可能ですが、 20A のコンセントは単1の口でも2つの口でも最大 20A までしか使用できないので注意してください。でこちらの AC 出力 30A のコンセントは海外製品ですかね。日本製品では見たことがありません。一応 AC20A と AC30A のコンセントは同時に使用可能ですが、一応 3500W までとなっております。こちらの設置アースなんですけど、メーカーに問い合わせたところ、特に大きな電力を使用する機器や湿気のある環境で操作するときに設置は重要な安全対策です。通常 100V の機器は重大な感電事故を引き起こす可能性は低いですが、設置することで感電のリスクをさらに低減できます。自分の身代わりになってもらうものなので、なるべくです安全に使用していただくにはつけた方が間違いないかなと思います。これアース棒ですね。アース線、これ 2mm かな。ものによってこの太さとかいろいろあるんですけど、今回発電機だったら、おそらくこの 2mm あれば問題ないかと思います。だいたいこの30センチぐらいですね。これをつなぐのにですね、ボルトがですね 6mm なんですよ。電光ペンチっていうんですけど、アース線をこの棒につないでいきたいと思います。これぐらいごついやつですね。ちょっとこれじゃあ力が足りなくて挟めないんですけど、違うまともな5、6千ぐらいするやつがあれば簡単に噛み締めれるんですけど、ちょっと荒技であんまり良くないんですけど、ハンマーでぶったたきました。あとスパナでですね、がっちり締めてください。打ち込む深さなんですけど、なるべく深く打ち込んだ方がいいみたいです。こんな感じですね。もっと打ち込んでもいいですけど、あまりやったら取れなくなる場所もあるかもしれないですね。こちらの並列直列口についてなんですが、2台並列運転で 100V 最大 6650W、2台直列運転で単層 200V 最大 6300W が可能となります。内蔵されているリ酸鉄リチウムバッテリーの寿命を長持ちさせるために3ヶ月に一度満充電してください。セルボタンが使用できなくなってしまいます。3ヶ月に一度発電機を使用される方は必要ないです。それではですね、ガソリンを入れていきたいと思います。ここが投入口となっています。で、ガソリン携行管ですね。これセルフスタンドで入れてもらったんですけど、これ数年前にセルフスタンドでも入れれるようになったみたいですね。購入時に、名前と住所と使用目的と日付を書けば自分で入れることはできないんですけど、係員の人が入れてくれます。この運ぶ場合なんですけど、乗用車だと22リッターまでっていうのが法律で決まってます。この発電機の中にですね、ガソリンを入れてしまえば一応これはカウントされないみたいなんですね。だけどですね、あまり入れて運んじゃうとですね、移動中に倒れてしまったりとかするとガソリンが中で漏れてしまったりとかしてしまうので、ガソリン携行管に一応こういうのを付属で、元からついてるんですけど、こういう携行管から車など低いところから高いところへの補給に最適ですっていう、女性の方とかでも楽に入れれるようなものなので買ってみました。いきなりこのキャップを開けるとですね、中身が圧かかって吹き出してくることがあるみたいなので、この圧力抜くものがついてるので、圧力抜いてシューって言いましたね。で、音がなくなりました。この状態で開ける、こんな感じですね。赤レベルですね。ここまで入れるみたいですね。給油中はなんですけど危険物なので、タバコの火や他の火種になるようなものを近づけないでください。これネットで買ったんですけど、こういう静電気を逃がすシートみたいのが1000円しないぐらいで売ってるんで、取り扱う時はこういうシートがあると安心かなと思いますので買ってみました。あと他にですね、静電気防止手袋とかもあるので、そういうのをお使いになってもいいと思うんですけど、今回はこれでちょっとやってみたいと思います。アウトがこっち、発電機側で、これだとシュポシュポする感じですね。これ便利ですね。これめちゃくちゃいいです。今回撮影でそこまで使わないので少なめにしました。で、燃料キャップを閉めます。で、次にですね、エンジンオイルを入れていきたいと思います。ここを外してもらって、これゲージですね。
で付属品のホース、蛇腹のホースですね。これをはめていただいて、ことなくさないようにした方がいいですね。こんな感じですね。でエンジンオイルはこれ1000円ぐらいで売ってるんですけど、4サイクル用エンジンオイル SAE10W30 もしくは 10W40 API 分類 SEQ 以上のオイルを入れてくださいとのことです。それではオイルを入れていきます。先っちょをここに取り付けていきたいと思います。まず200ですね。もう200入れていきます。で最後には 50ml ですね。ここまでオイルが見えてる状態なので、問題ないですね。がっちりと締めてもらって、こんな感じ。これとこれをつなげればバッテリーがつながりますね。なんかはめた時にブーっと音鳴りましたね。燃料タンクキャップのつまみをオンにします。これですね。燃料コックを今オフになっているので、エンジンを始動します。高温になってるみたいですけど、結構します。音気になる方はですね、DIY とかで防音ボックスとか作ってる方いるので、そういうのを作って入れるともうちょっと気にならないで使うことできるんじゃないかなと思います。で次にセルスタートボタンですね。これでかけてみましょうか。2秒間長押し。発電機を使用後運搬するには燃料キャップをオフにします。キャップストレーナーを取り外します。でこの状態で発電機の中のガソリンを抜いていきます。で中身が今抜けた状態です。この作業を行っていただければ問題ありません。タンクから燃料を抜きます。エンジンをかけてガス欠の状態にします。点滅状態ですね。もう少しかかりますね。なかなか終わらないのでちょっと停止させました。ガス欠状態になったってことを仮定して、エンジンが十分に冷えてからですね、燃料タンクキャップつまみをオフの位置にします。でこれがキャブレターなんですけど、パイプが伸びてるので、ここにガソリンを受ける機器を用意し、ここをちょっと緩めます。緩めるとガソリンが出てきますね。だいたい抜き終わりましたね。こういうちょっと気泡がまだ出てるんですけど、これなくなるまでやった方が良さそうですね。長期保管をするには、長期保管の場合はですね、ここのプラグを外さないといけないんですけど、結構力入れますね。でこのキャップを外します。プラグはありますよね。この専用のですねプラグ外すのがあるので、これを使ってですねはめてもらって、今外れました。このプラグの穴に、3から 5ml エンジンオイルを給油します。オイルをですね 2,3 回ゆっくりと引いた後に点火プラグを取り付けます。状態にはめ込んでから時計回りに締め込んでいきます。こんな感じでキャップを元に戻します。これで OK。 リコイルを引き重くなった状態にします。なんかちょっと重たいですね。これで OK ですね。であとはホコリとかを拭いてあげてですね、発電機にカバーなどかけて室内で湿気が少なく換気のいい場所に保管してください。物置とかでもいいんですけど、ちっちゃい物置だと高温になったりするので、なんか気分的に嫌なので、僕は自宅の中に保管しようと思います。プラグなんですけど、通常この電極付近はきつね色に焼けるんですけども、結構使ってるとですね、この辺真っ黒にすすがついたようなくすぶってきたりとかするんですよ。白く焼けたりとかはすることもあるんですけども、そういう時は、こういう便利なクリーナーがあるんですけども、これにですねプラグをこういうコップの中に入れていただいて、これをそのまま
入れてあげてですね。でこれをこのまま数時間放置するんですよ。そしたらなんかこのクリーナーの泡で洗浄されてですね、汚れがきれいに落ちてくれるので、ウエスかなんかで布で拭いてあげるっていうやり方と、もしそれで落ちなかった場合は真鍮ブラシがこれ300円ぐらいなんですけど売ってるんで、これじゃないとあんまりよろしくないですが、鉄とかステンレスとかの硬いブラシでやっちゃうとですね、良くないんですよ。ちょっとやっただけでもこんだけ汚れがついてたものが落ちるので、結構洗浄力はありますよね。でこのブラシなんですけど、これじゃないとダメな理由が、この電極のこの隙間あるじゃないですか。ここの隙間が 0.7 から 0.8 になってないとダメみたいなんですよ。これって硬いブラシとかで磨いちゃうと、ここの部分が変形しちゃってですね、もう狂っちゃったらもう多分点火しないんですよ。そういう意味でこのクリーナーで洗浄しても落ちなかった場合は、あんまり力入れないようにで変形させないようにっていう感じで磨いてあげるといいんじゃないかなと思います。ここも結構黒くなってたんですけど、クリーナーの液つけてからワイヤーブラシで磨くと結構綺麗になりました。エンジンオイルの交換の仕方を解説します。次にエンジンオイル交換なんですけど、とりあえずここにキャップあるので外してもらってですね、この付属している蛇腹のホースを取り付けます。漏れるのが嫌なので、こんな感じで詰め込んであげて、これ100均で買ってきたやつなんですけど、このまま傾けてですねやるとオイルが出てくるので、1回使っただけで結構汚れてますね。完全に真横に倒して出しました。先ほど紹介した新しいオイルを入れて完了です。購入後初回だけ1ヶ月または20時間運転後にオイル交換してください。で続きましてエアフィルターの清掃をしたいと思うんですけど、エンジンオイル入れた場所なんですけど、隣のこの場所に付属のドライバーで緩めてもらうと、ここにフィルターが入っているので緩めてもらって、こんな感じですよね。やべ、ネジ落ちちゃった。取れましたね。これの清掃の仕方なんですけども、これですね、エアフィルタークリーナーでは清掃していきたいと思います。こんな感じで入れてもらって、フィルターはもみ洗いしてしまうとこのフィルターがダメになってしまうので、こういう感じで押し洗いっていうか、まだこれ1回しか使ってないんでほぼ汚れはないと思うんですけど、こんな感じですね。結構粉塵とか多い環境で使用すると、このフィルターの清掃も結構まめにやらないとエンジンが消耗しちゃったりダメになっちゃうんで、この作業はまめにやった方がいいと思います。全く汚れてないですね。でこれで清掃が終わったら、これを水でよく流水で洗います。あんまりギュッと絞るとこれが傷んじゃうので、このまましっかり乾燥させてから、次はエンジンオイルを塗ります。乾かしたらこちらのエンジンオイルを塗っていきます。塗りすぎも良くないので、ちょっとこちらの動画を見ていただければ分かりやすいかと思います。片手でやったらちょっとかけすぎてしまいましたこれの半分ぐらいの量でまんべんなく数滴垂らすような感じにした方が間違いないです。垂れなければ大丈夫です。ちなみにこちらのフィルターなんですけど、種類があって乾式とか湿式とかあるんですけど、半乾式みたいです。軽く絞ってオイルが垂れてこなければいいので大丈夫そうですね。こんな感じで OK です。向きはこの向きですね。このまま戻してあげれば大丈夫です。こんな感じでぴったり収めていただければ、あとはカバーして閉めるだけですね。こんな感じです。このガソリン使って清掃するんですけども、入れたシャバ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 って揺すってもらってですね、汚れてた場合は歯ブラシとかでこすりながらやると綺麗になりそうです。こんな感じです。
綺麗になったら布で拭き拭きしてください。あとですね、こちら裏面なんですけども、このマフラーのこの部分ですね、ここにゴミなどが詰まってたら廃棄がされなくて機械が故障してしまうので、ネジをですね外してもらえば外せるので外していきます。で外したらですね、ここのネジを緩めてもらえると、これがおそらくこのスポット抜けると思うので、ちょっと外してみます。ネジをですね全部取らなくても抜けるので、はい。でこれをちょっとこれは取れないですね。マイナスドライバーかなんかでめくってあげればおそらく取れると思うんですけど、そこまでしなくてもここですね、ゴミをワイヤーブラシでこすのが一番いいかなと思います。ここが塞がってたらちょっと問題なので、それを掃除してもらってあげれば問題ないです。こういうネジの部分とかなんですけど、他の部分もですね、振動がすごいんで、振動でこういうネジって緩んじゃうんで気をつけてください。それなりに締めた方がいいです。言い忘れてたんですけども、車内トランクの上に乗っけてとか、そういう使用の仕方とかですね、室内とか換気の悪い場所では絶対に使用しないでください。ガス中毒を起こす原因となります。こちらの発電機は使用環境温度はマイナス5から40度、標高は1500メートル以下となっております。これ以外では使用ができませんのでご注意ください。それではですね、100V 溶接機と発電機ですね、花飾ったりする傘立てにもなるものを作っていきたいと思います。で材料がですね 9mm の 1m、これがこの3本つけるので、ちょっと型ですね3等分になるように、あとこの216の直径の円のパイプ、これ幅は適当です。でこれちょっと前1回作ったことあるんですけど、140の径のパイプに鉄板つけて水抜きの穴ですね、これをつけたものです。ちょっと溶接適当にやったんで汚いですけど、これを曲げるのにですね、ベアリングで作ったベンダーでこれをはめてちょっと曲げていきたいと思います。まずこちらからバリを取っていきます。このエンジンをかける前にですね、発電機が始動する際には一時的に電圧や電流が不安定になることがあるみたいなので、この不安定な電力が接続されている電気機器にですね、ダメージを与える可能性があるとのことです。発電機の負荷軽減ですね。せっかくなんで扇風機熱いので使っていきたいと思います。でもグラインダー接続したんですけども、ちょっと延長使ってます。それではですね、イーノーさんの 100V の溶接機で2の 120L ですね、で組み立て溶接していきたいと思います。
はい、完成しました。溶接ができると自分のアイデアを形にする楽しさ、そしてその達成感は言葉にできないほどです。ぜひ一緒に溶接の世界に飛び込んでものづくりの楽しさを体験してみましょう。ご視聴ありがとうございました。